どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で新たに開発可能になった機体の紹介をしたいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー50 OFX2 ワルキュリアですね。ダイダロスの改良を目指した機体であるワルキュリアは機体ごとに個性的な装備が搭載されている OF シリーズの機体の中でも遊び心のあるレーザーが特徴ですが、青と黄色レーザーはレオシリーズとよく似た仕様になっており、レオシリーズで遊ぶことが多いプレイヤーには受け入れやすい機体だと思います。サイビットサイファーはないですが、 OF シリーズのワルキュリアの場合は代わりにバックファイアが使用できるため、似たような性質の装備が多いとしてもうまく住み分けがされているように感じますね。赤のリングレーザーはリング状のレーザーを広い範囲に乱射します。赤レーザーはどちらかといえば一点集中系のレーザーが多い中、リングレーザーは拡散型になっている珍しいタイプですね。他のレーザーの癖が強めなので、必然的にリングレーザーの使用率が高くなるとは思いますが、連射速度も遅めで一発ごとの破壊力は高くないため、耐久力のあるバイドは苦手としており、バイドに密着した場合もあまり破壊力は期待しない方がいいと思います。その代わり広い攻撃範囲を持っているため、殲滅能力ではかぐやのセブンウェイバルカンにも劣らないレベルとなっており、ワルキュリアの装備の中では汎用性が高い頼りになるレーザーですね。青の反射ボールは斜めに合計4発のエネルギー弾を発射します。発射されたエネルギー弾は複数回長弾することが可能になっており、機体を移動させながら撃つと微妙にコースがずれるため、スーパーボールが跳ね回るようなコミカルな見た目に反して壁に囲まれたステージでは非常に強力な装備となっており、レーザーの性質はレオシリーズのリフレクトレーザーによく似ていますね。レオシリーズと大きく異なるのは、ビットからレーザーが発射されず常に射撃モードでいられる点が挙げられます。確かにレーザーの弾幕ではリフレクトレーザーよりも劣りますが、任意の方向を自由に攻撃可能なレッドポットを装備した場合の自由度の高さを考えると、地形への依存度の低さと戦いやすさは反射ボールの方が上かもしれませんね。天井や地面にくっつき、レッドポットと攻撃方向を合わせれば弾幕による迎撃耐性も取ることができるため、機体のポジショニングとレッドポットをどれだけ正確に誘導できるかによって評価の分かれる扱いの難しい装備だと思います。黄色のサーチレーザー LRG はバイドに反応し直角に曲がるレーザーを2本発射します。名前とレーザーの性質はレオシリーズと同じですが、レーザーの数が減った代わりにレーザーが太くなって一発の破壊力が増加しており、バイドに密着した状態では OF フォース2の中で最も破壊力がありますね。ただし一定以上距離が離れるとレーザーが曲がるタイミングが速すぎて、位置が固定されたバイドや逃げるようにして移動しているバイドには当たらないというなんとも間抜けな状態に陥るため、機体に向かってくるバイド以外が存在する場合は気をつけた方がいいと思います。ディフェンシブフォースのディフェンスレーザーもそうですが、基本的にバイドに反応して直角に曲がるレーザーはなぜか近接戦でしか使えないという共通点があり、黄色レーザーの中でもなかなか扱いの難しいタイプのレーザーだと思います。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、射撃能力がないのは OF シリーズを通して一緒ですね。正直ワルキュリアの全体的な性能を考えると、フォースショットが強い R タイプファイナル2では致命的とも言える欠点だと思います。ポットユニットはブルーポットとレッドポットから選択できますが、レーザーの特性を考えるとブルーポットにするメリットがあまりないため、ワルキュリアの場合は任意の方向を狙うことができるレッドポットが無難な選択だと思います。バックファイアで後ろを攻撃可能とは言っても、やはりそれ相応のテクニックとリスクを伴うため、レッドポットの状況対応能力はかなり魅力的ですね。ミサイルはバックライト追尾ミサイルの2種類から選ぶことができますが、リングレーザー以外のレーザーを使用するときのことを考えると、やはり追尾ミサイルが無難だと思います。波動砲は癖がなく扱いやすいスタンダード波動砲が搭載されており、瞬間火力が低めのワルキュリアでは貴重な高火力の装備ですね。レオシリーズもそうですが、ビットが優秀な機体はスタンダード波動砲に落ち着く傾向が強いように感じますが、スタンダード波動砲は決して弱くない波動砲なので、癖が強めの OF シリーズの機体の場合は癖がないスタンダード波動砲がちょうどいいバランスなのかもしれないですね。ワルキュリアは OF シリーズの中ではコミカルな印象が強めの装備が多い機体ですが、ダイダロスに比べて扱いやすさは格段に向上しており、癖が強めの OF シリーズの機体では入門用の機体としてちょうどいいと思います。ただしフォースショットが使えないという致命的な欠点をフォローしきれる性能ではないため、どうしてもレオシリーズの劣化版のような印象が強めの機体でもあり、あまりおすすめの機体とも言えない微妙な性能になってしまっているのがちょっと残念ですね。レオシリーズの機体をよく使う人は受け入れやすい機体だと思うので、まだ OF シリーズの機体で遊んでいない方はワルキュリアから遊んでみてはいかがでしょうか。
では最後までご視聴ありがとうございました。またね。